大体そのチャーハン1つぐらいだったら30秒から40秒ぐらい出来上がるようにしてますので。はい、中盛りのお客様。おすすめのメニューとかありますか？私もやっぱチャーハンが一番美味しいです。やっぱ安くて美味しいです。チャーハンも昔からも美味しかったんですけど、この間チャーハン大会があって、ガチチャーハン銀賞すごいですよね、取ったんでおめでとうございます。ありがとうございます。出てくるのが早いし、ボリュームもあって味も美味しいので。ありがとうございます。セットこれ10円でね。はい。これも。したり、あと耳合いを持つんでしょうか。時代と変わりまして、今の生活しているのは市場に少なかったりし、自分の結構広いですね、はい、すごい、こんな大きい機械が。はい、製麺したものってお店だけで使ってるんですか？おろせません。なんでおろせないかというと、うち結構こだわりが強すぎて、普通市販の値段ではおろせないんですよ、値段が。うちのだけで独自な材料をいっぱい使ってますので、普通中華麺というと小麦粉と乾水と塩くらいで普通作るんですけど、うちの場合は他のものもいっぱい入れてますので、そうなんですね。そうなると業者さんだと今だいたい1玉60円70円80円ぐらいなんですけど、うちではもう1玉だいたい売るとなると100円以上になっちゃいますので、材料をその分使ってるからってことですね。逆にラーメン屋さんでは使いこなせない。じゃあもう作ったものは全部自分のお店で。そうなんです。この設備自体もだいたい800万ぐらいのなので、それで麺蔵庫にもしばらく置いておいて、それで使うっていう熟成させてからですね。ちなみにもしこの麺を使いたいという方がいれば販売するのはできるんですか？ただですね、うちで今作って使うのにも目いっぱい精一杯なので、そうですか。人に卸すっていうのはちょっと厳しいのかなっていう感じですかね。そうなんですね。洗顔やマッサージもこれ一つで OK。なんとお店は何年になるんですか？私のせいで今20年弱ですかね。開業のきっかけってどういうことなんですか？私もともとファミレスの出身なんですけれども、自分が作った料理にやっぱりお客様が喜んでくださるっていうことが一番きっかけでもあるし、やる気を引き出すものでもありますね。日本にいらっしゃるのはいつ頃なんですか？32年前に留学で来ました。違う国で自分でお店を出して商売するってすごく大変だと思うんですけれども。私はもともと留学で来てまして、飲食にはあんまり考えてなかったんですけれども、私が大学を
まあ、その卒業するときにバブルがはじけまして、かなり厳しい状況だったので、それでファミリーレストランに就職をして、まあ、経験を、まあ、積んでいくうちに、この業界もなかなか面白い業界かなっていう。最初はまあ、飲食行ってもまさかラーメンでっていう思ってなかったんですけれども、私のまあ、世話人の方がたまたまラーメン店をやってまして、その方から手に負えないので店舗を譲るっていう話があって、ちょうど7年前ですかね。メニューはその当時から変わらず。当初この店、まあ、30年ぐらい前ですかね、オープンするときに、まあ、いわゆるその横浜の家系の下流であるショップ系、ラーメンショップっていう店ののれん分けをしてもらって、それで店をオープンした経緯があって、私が引き継いだ際にはラーメンショップのそういうメニュー構成だったんですけれども、で私はどちらかといえばその油サタっていうのがあんまり好きじゃなくて、なるほど。まあもっとこう健康なラーメンを作れないかっていうことをなるだけ油を排除したものにしていくうちに、割とそのあっさりさっぱり系のスープになりましたね。じゃあ徐々に変わっていったんですか。そうなんです。まあ韓国もそうなんですけれども、牛とか豚とかの骨を時間をかけてそれでスープを出すっていう文化は、まあ大体そのアジア文化圏ではその共通していると思うんですけれども、地方競争の効果がありまして、韓国のユッケジャンだったり、あるいはそのソドンタンだったり、カリタンだったり、あらゆるものが骨から出したスープなんですね。いわゆるそのラーメンっていうとジャンクフード的な言い方でされますけれども、本当にじっくりその骨で煮出したそういうものは体に悪いはずがない、そういう信念があるので、まあ、骨を作り炊いてそれでスープを作るっていう、などだけその油を少ない感じで作ってますね。スープは何で取ってるんですか。肩骨と下の背ガラと鶏ガラを合わせたものですね。もともとそのラーメンショップののれん分けっていうことだったんですけど、味を変えたりすることは大丈夫だったんですか。最初はすごいいろいろと試行錯誤で、圧力鍋でその作るっていうことも、考えてやってたんですけれども、それがちょっと失敗して2店舗あったんですけれども、1店舗をそのスクラップする、そういうその経験もしてるんですけど、2店舗やってた時はゾンさんお一人だと大変じゃないですか。店舗に入りながらっていう形になったので、マネジメントも行き届いてなかった部分もあったのかなと思いますし、こちらのお店だとどういうメニューが人気なんですか。一番人気のあるものっていうのはそのうちはチャーハンなんですけれども、2017年に横浜市主催のガチチャーハンというそのコンペがあって、そちらでうちが銀賞を取ったもので、それからそのチャーハンの人気がすごい広まって、今だいたいメニューの3分の2ぐらいが何らかの形のチャーハンからのメニューになってます。うちのラーメンというのはあっさりさっぱりしているので、ラーメン通の方には人によってはその、この店はチャーハンはすごいうまいんだけどそのラーメンはいまいちだなという方もいらっしゃいます。そうですか。それはその確かにお客様の評価はそれは正しいと思う。ただ、味だけじゃなくてですね、やっぱりその体にいいものっていうふうに思った時に、必ずしも世間体的なそういう味を必ずしも出す必要ないのかなというのと、それとうちその自販機の一番上にボタンがあるんですけど、そこにあるボタンは私が一番自信を持ってその出せるラーメンがそこに並んでますので、ベーシックとなるラーメンだとちょっと物足りなさを感じる方も大勢いらっしゃるのかなと思うんですけれども、私がそのおすすめしたいっていうラーメンは一番上にあるその野菜系のそのトリオですね。焦げ味噌、サンマーメン、タンメン、それとカンジャタンメンというのがあるんですけれども、見ました。カンジャタンメンというのはその韓国でカンジャタン鍋という庶民的な鍋があって、その鍋をラーメン化したものなんですけれども、カンジャっていうのはそのじゃがいものことをカンジャっていうふうに言うんですよ。で鍋の中にじゃがいもがもうまん丸でゴロゴロしてる、そこにその蓋の背骨ですね、それが乗ってるっていう、スープの出し方が蓋の骨で出したスープにエゴマの実の
粉を入れてるんですよ。すごい美容にいいものになってますし、毎日その骨を50キロ抱くんですけれども、その中の骨の周りについてる肉を取って、それで患者さんに入れてますので、かなり体にいいもの、コラーゲンも取れるし、美容にいいとされるそういうエゴマの実を取れるということなので、いいものになっているとは自信持って言えます。で、患者さんを一回召し上がった方は必ずそれを頼むっていう、へ人が多いですね。あ、そうですか。チャーハンのコンクールで銀賞を取る前からもチャーハンは力を入れて、恐縮なんですけれども、自分では日本一のチャーハンだっていうふうに思ってて、看板にもその日本一のチャーハンっていう感じでやってたので、ガチチャーハンで金賞を取ってしまったということは、自分にとってはそのちょっとがっかりする部分もあったけど、ただ逆にそれで自分が頑張る余地、100点じゃない90点ぐらいの伸びしろっていうものを考えて、これから頑張っていけたらなというふうに思うので、金賞で結果的に良かったのかなっていう、ちょっと悔しいですけどね。そうですね、言える範囲で結構なんですけど、美味しいチャーハンを作るコツとかポイントみたいなものってあるんですか？皆さんよく言われますね、うちのチャーハンには麻薬が入ってんじゃないかっていうふうに言うんですけれども、うちはカウンターなので、全てお客様がそのこう見ていらっしゃるんですよね。なので、調味料の中にっていうふうに思うかもしれないけど、うちのチャーハンはすごいシンプルなんですよ。ただ本当に強い火力に短時間で仕上げる。もう一つ強いて言うんであれば、よくチャーハンは冷やご飯がいいとか、そういうふうにおっしゃる方も多いんですけれども、私はかたくなに炊きたてのあったかいご飯の方が一番チャーハンを美味しくすると。一番美味しい米が一番美味しいチャーハンになる。うちはもうコシヒカリと秋田小町を半々混ぜて、それでチャーハンを作るので、ご飯だけ食べてもすごい美味しい。なおかつそのチャーハンにしたらもっと美味しい。材料にこだわるというのと、私はその誰もがそのチャーハンが作れるようにするために調味料の工夫をしてるんですね。作業の中で調味料入れるのは2回しかないんです。もう粉調味料、液体調味料だから、その動作が非常にシンプルになってますので、すごい早めに、大体そのチャーハン1つぐらいだったら30秒から40秒ぐらいで出来上がるようにしてますので、その辺がやっぱり秘訣になるのかなと思いますね。これ確かに冷たいご飯でねやられる方もいますよね。もちろんそれがその方たちにはそれは正しいものであって、私は私の正しい方を言えば、そのあったかいご飯、いいお米を使ってっていう感じですね。チャーハンにも種類がいくつかあると思うんですけれども、特にどういうものが？基本ベーシックとなるその醤油チャーハン、それと味噌の焼きおにぎりの味のするその味噌チャーハン、それとカレーチャーハンで、あとキムチチャーハンですね。いずれも全部自分たちで作ってるものでやってますので、タレであったりキムチであったり、カレーもスパイスから作るっていう本格的なそういうものになってますね。原材料が高くなってると思うんですけれども、影響ありますか？かなりありますね。あるんですけれども、おかげさまで売り上げが多少伸びてますので、なんとかカバーしてるっていう。でプラスやっぱり人件費も上げなきゃいけないので、その人件費っていうふうに、それは当たり前に、従業員にはですね払わなきゃいけない部分なので、大変な要因もいっぱいあるんですけれども、自分たちの努力でそれは埋めていくと。メニューの価格っていうのは変えたんですか？そうですね、4月あたり 5% 前後、一応値段を上げましたけれども、辛い決断ではあるんですけれども、店っていうのは長く続けられるというのに価値があるかなと思いますね。利益を出さなければ店はもう潰れてしまいますから、それよりは多少利益を出して、それでお客さんに支持されて長く続けられる、そういう店がいい店だとは思います。
お客様ってどういう方が多いんですか？まあいろいろですね。会社員の人もいるし、外仕事の人もいるし、週末なんては家族連れが多いし、そうですか。はい。女性の人も一人でも入ってこられますし、入りやすいお店みたいで、ああ、そうですか。はい。やっぱり常連さんが多いんですか？そうですね。子供の時から入ってる子なんても大人になって来てくれたり、友達連れてきたり。嬉しいですね、それは。そうですね。お客さんの成長が見られるみたいで。お店は何回目ぐらいなんですか20回以上は来てますね。今日は何を召し上がったんですか？今日はなんか塩タンメンとチャーハンセットですね。美味しかったですやっぱ安くて美味しいです。いつも食べるメニューみたいなの決まってるんですか？いや、いつもランダムで全メニュー食べようかなと思っててなんかおすすめのメニューとかありますか？私もやっぱチャーハンが一番美味しいです。僕的に辛いのが好きなんで、キムチチャーハンが一番美味しいです。多分これからも結構来ると思うんでお願いしますチャーハンです。はい、ありがとうございます。
りがとうございます。幸せ。はい、お待たせしました。はい、中盛りのお客様。チャーハンとキムチチャーハンお持ち帰りです。はい、ありがとうございます。レジ袋いりますか？お箸は？生姜手です。
はい、お待たせしました。真ん中にから、はい、ライスいりますか？ライスいらない。ライスいらない。また何のことはあれですか？はい。はい、お待ちどうさま。はい。じゃあまたお願いします。チャーハンセットのお客様。お店はよくいらっしゃるんですか？そうですね、週に1回ぐらいは。最初に来たのはいつぐらい前ですか？ 20年前ぐらいですかね。そんなに。そうですね。そうですか。はい、今日はですね、味噌ラーメンうまかったですね。いつもいろんなラーメンがありまして、カンジャタンラーメンだとかいろいろあるんですけど、カンジャタンラーメンはぜひおすすめなの。カンジャタン鍋っていうのが韓国料理でありまして、それをちょっとラーメンバージョンに変えた辛さが5段階選べてる。チャーハンも召し上がりますか？チャーハンは今日食べましたね。チャーハンも昔からもう美味しかったんですけど、この間チャーハン大会があってガチチャーハン銀賞、すごいですよね。取ったみたいでおめでとうございます。通ってる一番の理由ってどういうところなんですか？まあ味もそうなんですけど、やっぱり、ジョンさん社長、あとスタッフの皆さんのやっぱり笑顔だったりとか、優しさだったりとか、もうそういうのでやっぱり顔見たくなるんですよね。今まで通り頑張ってください。よろしくお願いします。何回目ぐらいですか？1週間に2週間に1回ぐらいは今日何を召し上がったんですか？チャーハン餃子美味しかったです。いつも同じメニュー注文される？いや、最近初めて餃子食べて美味しかったので、それで今日もう1回餃子を食べて。通ってる一番の理由ってどういうところですか？出てくるのが早いし、でボリュームもあって味も美味しいので、それで通ってます。またちょこちょこ寄らせてもらうので、これからもまた頑張って美味しいご飯作ってください。柔らかめ。これ。これは何がだと単品チャーハン。柔らかめ。チャーハンが2つ、野菜炒め、餃子が2つ。餃子2つです。
これスープ。チャーハンお待ちどうさま。よく食べたね。美味しかったね。今日チャーハンも召し上がりましたか？チャーハンだ。ネギ丼。ネギ丼。ネギチャーシュー丼っての。なかなか柔らかくてうまかった。頑張って続けてもらいたいですね。また来ますけど。よろしいんじゃないでしょうか。美味しくいただきましたよ。ちょっと今韓国に入る時もあるんですか4年間帰っていません。そうですか。コロナもねありましたからそうですね。ちょっと寂しくないですか今まあそれは、まあ来年ぐらいには行けるでしょう。お子さんは今どうしてるんですか？まあ一応就職して社会人になってます。IT 関係の仕事をやってます。お店をちょっと手伝ったりすることとかありますか？まあ学生時代はあったけど今はまあほぼないですかね。ただ、まあ、ホームページを作ってくれたりとかシステム的なことはやってもらってます。お店ってお休みあるんですか？まあ基本なくてですね、お正月三が日と社員研修旅行だったりとか、まあそこら辺ですかね。社員さんの研修旅行みたいなのも行かれるんですか11月15、16一応予定していまして、どちらに行かれるんですか？ちょっと短いけど北海道行きます。うちはラーメン業界としてはある程度その休みを取らせてる方ですね。伊沢さん自身は大丈夫ですか？私は不定休です。毎年行かれるんですか？そうです。社員旅行も。はい。まあコロナ禍でちょっとまあ近場だったんですけど、今回はちょっと遠出をしようかな。旅行の費用とかはどうされるんですか？もちろん会社持ちです。そうなんですね。すごいですね。まあ本当に夏場暑い中でですね、頑張ってくれてますので、せめてそこら辺報われるような。入ります。はい。で大盛りの方だ。これ普通。野菜炒めてちょっとチャーシュートッピング。これ10円でね。はい。これも。じゃあ、準備の方。じゃあできました。
何をつけて食べた方が美味しいですか？これは塩とごま油がおすすめです。塩とごま油。はい、はい、いただきます。肉汁の気をつけてください。はい。すごいですね。肉のがふわっと出ていて、そうですね。いかがですか、味は？中の味も結構しっかりしてました。美味しいです。皮がすごいもちもちしてて、食感がすごいいいです。ありがとうございます。これ焼いても美味しそうです。焼いても美味しいです。はい。逆にもちょっと長めに焼いて、もらえれば普通に美味しいですので。いかがですか？柔らかい味ですね。優しい味。ありがとうございます。美味しい。結構ごま油も美味しいですよね。そうですね。美味しいです。ありがとうございます。美味しい。美味しいね。ありがとうございます。今後お店はどういうふうにしていきたいとか展望はありますか？新規出店というのはないんですけれども、当店のチャーハンを冷凍して、それで冷凍自販機を導入して販売するっていうのと、他のお惣菜関係も冷凍販売を本格的に手掛ける。できれば通信販売もやっていきたいなっていうふうに思っております。冷凍の自販機っていうのはお店の近くに置くんですか？そうですね、店の前にも一応まず置くっていうのと、場所が借りれたら数箇所置こうかなっていう計画で今進行中です。早ければ来年早々冷凍自販機1号店が出るんじゃないかな。もうすぐですね、じゃあ。もしですね、従業員の中で独立したいっていう場合は積極的に支援をしていきたいなっていうふうには思いますけれども、はい、こちらのお店の後継ぎとか次の後継者みたいなことって今はそんなに考えてないですか？ですね、うちはその2人とも女の子なので、まだやりたいことがいっぱい入るようなので、どなたかですね、この店を継ぎたいという人がいれば、それはもう大いにと思います。うちの従業員でもそうですし、他の人がこちらでやりたいっていう場合は、その人に託したいなっていう。仕事以外で何か好きなこととかありますか？趣味とか。趣味は一応、温泉旅行だったり、あるいはゴルフだったり、ゴルフもいいですね。やってますけれど、月1回ペースですかね。あんまり、行きたい気持ちは山々なんですけど、なかなか。